はい、皆さんこんにちは、柴崎です。5月に入って本当に、素敵な気持ちのいい日々が続いてますね。私のお家の周りもね、もう緑でいっぱいです。こういう時にスケッチをするとなると、やっぱり緑の色がとても大切になりますね。私のね、新しく入ってこられる生徒さんたちのパレットを拝見すると、皆さんね、オリーブグリーンとかサップグリーンとか、そういうね、立派な緑の色をちゃんと持ってます。だけどもね、私ね、不思議なことを発見したんですね。そういうオリーブグリーンとかサップグリーン持ってる方のね、絵を見ると、オリーブグリーンの方の持ってる方の絵はなんか全体がこうオリーブグリーンっぽいんですよね。またサップグリーン持ってる方の絵を拝見するとね、サップグリーンがすごく全体を占めてるという、そういう絵になってしまうということが多いということが分かりました。私はこの絵を描くというのは、常々ね、お料理をすると同じだというふうに例えて言ってるんですけども、どうもこの描いた絵がね、グリーンがこう単調になってしまうというのはね、このお料理をする仕方にね、ヒントがあるように思います。例えば皆さんたちが、今日ね、美味しい野菜サラダを食べたいなと思った時に、お店から、ドレッシングをね、買ってくるとしましょう。新鮮なお野菜の上にドレッシングをかけていただく。これ美味しいですよね、当然。明日もまたこのもう一回野菜サラダを食べようと思って、その買ってきたドレッシングをかけるとすると、これも美味しいかもわかんない。でもさすがにそれが3日も4日も続くと飽きが来るでしょ。ではあなたのキッチンにドレッシングがなかったらどうしましょう。これはお酢とかお塩でドレッシングを作るということになりますね。そしてそれで野菜サラダを作って美味しくいただく。明日もまた食べようかなと思ったら、また改めてドレッシングを作ります。昨日と同じ味にはできないですね。それでサラダをいただくというふうになります。これのようにしてあなたが作ったドレッシングで、3日4日と食べても、その都度ドレッシングを作るので味に飽きが来ないということになるかと思います。今日はですね、皆さんたちが緑の風景を描くときに、緑の色が単調になって飽きが来ないようにするために、緑の色のドレッシングの作り方をね、そのレシピをお見せして、それを使って私がね、絵を描いてみたいと思います。では今日は皆さんたちに、お見せするですね、緑のドレッシングの作り方のレシピ、これです。まずこれが、例えばドレッシングで言えばこれがお塩ですね。これがお酢です。で、じゃあ横軸のお塩の名前言いましょう。これがイエローレモンです。そしてイエローオーカーです。最後にバーントアンバーです。縦軸のこれがコンポーゼブルーですね。そしてウルトラマリンブルー、プルシャンブルーです。コンポーゼブルーをお持ちでない方は、似たような色のね、セレリアンブルーでも大丈夫です。ではこのお塩とお酢を混ぜてね、作った、ドレッシングをお見せしましょう。これです。例えばこのイエローレモンとコンポゼブルーというお塩とお酢を混ぜて作った、ドレッシングはこれになります。そしてイエローオーカーとウルトラマリンを混ぜて作った緑のドレッシングはこれです。このようにして9色も色ができるんですね。
面白いでしょ、ね今日はね最初お話したようにこの混色で作った緑で、風景を描いてみますのでゆっくり見てくださいね。はい、では今日描くのはこの風景です。では始めてみましょうね。まず空から始めます。空ですのでコンポーゼブルーを薄く塗ってという感じです。この色ですね。前景です。前景の草原ですので明るくて鮮やかな色です。この色ですね。ちょっとタッチで草の感じを描きましょう。2色の色のイエローレモンをちょっと足してあげます。色に濃淡をつけてもいいですね。中景の緑に入ります。この混色ですね。ウルトラマリンがね結構効いてますよ、これやると。そしてその後ろに見える針葉樹です。さらにもう一歩暗めの色ですね。遠くの山です。この色を水を多めにして薄めにして塗ると適当ですよ。そして中景と円景を分けるここの樹木は暗い色ですね。ウルトラマリンとバーントアンバーの混色です。ここに立ちふさがっている大きい木、これはこんな混色でやってみます。左に見える大きい木も基本的には同じ混色となります。ただし水の加減によって明るい暗さに変化が出ますので、ここら辺は一工夫ですね。ちょっと水の加減を減らせば日陰の色にも使えます。木にも立体が少し出たでしょ。手前の緑、今度はこの混色で少し草原に厚みをつけていきます。ここは土が見えたところなのでね、基本的には緑ではありません。そしてまた斜面になっている暗い緑はこの混色です。ここに川の向こうの方に向かう木道があるんですね。小さな橋の形になっています。これは緑の対照的な色の赤系の色で描きます。手前の方はこの緑でどんどん描き込んでいきます。プルシャンブルーを使うとぐっと緑に深みが出てきます。この橋の手すりをしっかり描いてから今度はプルシャンブルーとイエローカの混色のこの緑で絵の具を散らすようにして細かい葉っぱを描いていきます。叩いてもいいですね。樹木に厚みが出てきたでしょ、一層。この色に濃淡で水の量の加減で明るい暗に変化をつけていきます。こんな表現ですね。橋の向こう側に見える緑なんかもちょっと丁寧に描きましょう。この暗い樹木の下にある日陰、草原に落ちた日陰も
こんな混色です。随分と日向と光が見えてきたでしょ。そしてこの大きな木の幹は緑ではないんですけども、全体の調和を取るためにこの色を使ってみました。間から覗く幹や枝の表現ですね。ちょっと枝ぶれを大切に描いてみましょうね。ずっと絵が具体的になりました。この大きい木が手前に出て、空間のある絵が出てきます。さあ、足のあたりを少し細部を書き込んで、全体に密度が出てきて、枯れた草を少し加えて変化をつけたら、これで完成形となります。さあ、どうでしたか？これが出来上がった絵です。ね、全然いわゆる緑を使ってないんですね。混色で作ったさまざまな緑のドレッシングで飾り上げた緑のサラダです。いかがでしたか？あなたもぜひ参考にしてくださいね。それではまた。